皆様、本日はこちらの和牛ですね。十勝ポロシリ和牛かな和牛を使ってすき焼き作っていきたいと思います。で、今回でそれ用にね、鍋も買いました。なんか、すき焼きって僕そのケツっぽいやつで、なんかちょっと薄くて、平べったい感じの鍋のイメージがあったのが、すごい安くてあったんで、今回これも一緒に買いました。で、割り下も今回手作りでやろうかなと思うんですけれども、まあ割り下普通に売ってるんで、そちらを利用してくれても大丈夫です。ただ、割り下すごい簡単に作れるんで、多分海外とかでも用意できやすいんじゃないかな。じゃあやっていきます。で、まあ、お肉は置いといて、今回用意したのは、焼き豆腐と白滝に椎茸とえのきで、まあ、生卵は最後つけるようなんですけども、であとネギと春菊、こちらでやっていきます。で、今回僕買ってないっていうか買い忘れちゃったんですけど、うどんめっちゃ美味しいです。うどんを生卵をつけて食べるのめっちゃ美味しいので、そちらも皆さんもねご用意できるようであればぜひぜひやってみてください。はい、じゃあやっていきます。で、お肉とかはもう最後に入れるんで、もうそっちに避難させておこう。はい、では材料の準備していきます。まずは春菊、こちら水洗いしておきます。で、春菊はもう僕この茎ごといっちゃうんですけども、ざっくりとカットしたらもう別の皿に持ってきます。で、まあ春菊は結構最後に入れる感じなんで、お肉とあと普通の水炊きとかでいうちょっと水菜ぐらいのレベルで生でも食べれるのでね。じゃあお次椎茸いこうか。はい、じゃあ椎茸は軸を落として、一応バッテンの切れ込みを、これね、わかるかな、ちょっと暗いよね。バッテン入れます。まあ本当はね、もうちょっと綺麗にキュッと切れ込み入れてもいいんだけど、そこまで気にしない。飾り包丁みたいなのもね入れてもいいんだけど、食べるだけなんでね。で、お次はえのき。えのきは僕はもういつもねこの袋の上から切っちゃってます。で、えのきはもう適当にほぐしておきます。えのきはね、しゅんちゃんが好きなんで今回2袋。で、焼き豆腐はもう普通に水切ったら、あとは適当に持っちゃって、白滝、僕今回このくくってるやつ使ってるんだけど、別にくくってなくてもいいよ。で、最後こちらのネギで、なんかこのネギが大分県産甘ネギで、なんかこの柔らかくてコクがあって、ここの葉っぱの部分まで美味しいっていうことだったんで、今回この葉っぱごとやっちゃいます。で、斜めにこの葉っぱごといっちゃいます。で、僕はその関東風っていうのかな、関西風っていうのかちょっとあれなんですけども、なんか関東の方って最初なんか牛脂でやってネギと牛肉炒めてから割り下バッて入れる感じのイメージなんだけど、僕は普通にもう割り下パッてやって、そこをどんどん具材入れて煮込んでいく感じのスタイルでやっていきます。僕は実家がそうだったので。じゃあまず割り下作っていきます。じゃあまず割り下なんですけれども、お醤油 100cc、 みりんも100、 1対1対1で酒とみりんと醤油入れます。で、お酒、今回はまだまだ残ってるこちらの大吟醸を使っておきます。じゃあ 300cc ですね。普通のお酒でもいいんだよね。うん、少量酒で大丈夫。うまそう。お水、まあ先ほどのカップ使ってるちょっと醤油とかが入ってる、色が濁ってるんだけど 150cc にあごだし、こちら大さじ2杯ほど、和風だしとかじゃなくて今回あごだしでいきます。はい、こちら入れます。で、最後こちらにお砂糖なんですけれども、使うのはまあ何でもいいんですよ。何でもいいんですけれども、今回僕はザラメを使います。で、ザラメを 40g 入れます。はい、でこの状態で一煮立ちさせて、ちょっとアルコールを飛ばします。そしたらもう割り下完成なので、ここにどんどん野菜たちを入れていくだけですね。で、結構つゆね少なそうに見えるんですけれども、野菜とか豆腐からね水分が出始めるので、そしたら全然大丈夫。ちょっと少なめぐらいで大丈夫です。
ただもうちょっとつゆも分量が欲しいんだったらもうさっきの倍量ぐらいで作っていってあげれば大丈夫だと思います。じゃあこんな感じで煮立ってきてアルコール分が結構飛んだらもうあとはどんどん入れていきます。でお肉を手前に置きたいもんね。今回用意してないけど白菜とか入れても美味しいと思います。で一旦火にかける食材全部入れたらこれで煮立たせます。じゃあ普通に蓋してでこれが煮立ってちょっと野菜がくたって水分が出てきたらもうあとはお肉と春菊入れるだけなのでもう実際食べていきたいと思います。では早速実食していきたいと思います。いただきます。いただきます。ちょっと今ね生卵も僕は入れちゃってるんですけど混ぜます。卵をつけて食べるんですよ。幸せだな。いい感じいい感じいい感じ。いいね。で水分も結構やっぱ野菜から出てるからちょっとそうなんだね、傘が増すんだよね。いいんじゃないですか。俺のき楽しみ。じゃあちょっとお肉からいっていいかな。ちょっと奮発したからね。最高。お肉を生卵にくぐらせていただきます。いただきます。うわ溶けた。お肉がやばいこれ。ね、こんな美味しいお肉ある？ちょっとだけいいよね、肉が。でも安売りだったんだよね。ねえ、うまっ。肉これ秒でなくなるやつだな、ね、山形牛思い出したね。でもすき焼きは本当にその男の子のその鍋のレシピでいうそのナンバーワンはキムチなんだけど男の子のナンバーワンはすき焼きなんだって。甘い。すごいうまい。めちゃくちゃ美味しい。ちょっとじゃあ他のね食材もただこうちゃん硬くなる前にまずお肉食べつきちゃった方がいいと思う。まずはね。やばいんだけど。うわこれもうほんとここ最近の中で一番幸せかもしれない。最強だね。ちょっと春菊と一緒に食べて。最高だね。みんなめっちゃうまい。春菊と卵といただきます。絶対熱いんだよな。待って、ネギめっちゃうまい。こうちゃん甘い？とろっとろ。絶対こうちゃん好きだわこれ。割り下が染み込んでてめっちゃうまい。わ俺ネギが苦手な子もこのネギなら食べられるね。でもすき焼きは本当に動画で初めてだね。うまっ。鳥肌立ってる。うますぎて。うまい。ということで、本日はですねちょっと贅沢に和牛を使ったすき焼きをねこうちゃんに作っていただいたんですけど、まあ美味しい。これ多分お店で食べたらとんでもない金額になるんじゃないかなっていう多分すき焼きだと思うんですけど、やっぱお家でやる方がねいっぱい食べれてねコスパもねよく食べられると思うんで、ぜひ皆さんもねてかやってる方多いと思うんですすき焼きは、定期的にねまたやりたいかなと思います。とっても美味しかったです。割り下はねほんと簡単に作れるんでね、もし結構最近ね海外の方を見てくださってありがたいんですけども、そうだね、ありがとうございます。多分これだったらすぐに作れると思うので、ぜひぜひそうお好きなお肉を使ってねやってみてください。ということで本日は以上になります。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。またね、バイバイ。